こんばんは、もふもふ不動産マップです。今日はですね、社会人が継続して勉強していけばですね、経済的に豊かになれる、そういった解説をしていきたいと思います。僕自身ですね、サラリーマンずっとやりながらですね、12年前からずっと継続してですね、勉強、いろんなことをやってきました。そういった経験を得てですね、不動産投資ができるようになったり、ブログができるようになったりとかですね、YouTube できるようになった。しかも仕事もうまくいくようになって、お金も稼げるようになった。そういうですね、体験を実際、してきました。なので今日はですね、自分自身が、なんでそう思うのかとかですね、実際にお金を稼ぐにはどうしたらいいのか、そういうサラリーマン16年やってきた経験を踏まえてですね、あと投資家とかいろいろやっているので、そういった実体験を踏まえて解説していきたいと思います。まず今日内容なんですけども、豊かになりたければですね、勉強は必須ですね。間違いないです。で、何勉強するのがいいのか、結構迷われてる方多いと思います。で、実際に僕の実体験を交えながらですね、解説していきたいと思います。で、まず豊かになりたければですね、絶対勉強は必要です。で、社会人でですね、結構継続的に勉強してる人ですね、少ないです。半分もいないでしょうし、本当に、毎日1時間とかやってる人はですね、数パーセントしかいないんではないでしょうか。そうなってくると、もう勉強すればですね、するだけ差がついてきます。なので、この10年間とかずっと勉強し続けることで、差がどんどん開いていくので、よりですね、そのやってるかやらないかだけでですね、まず上位に行ける可能性があると。で、少しでもですね、その勉強ってなんだって結構重く感じるかもしれないんですけども、もう本当ね、自分のね、スキルをちょっとでも上げたりとか、ちょっと新聞読んだとかでも全然勉強でいいと思います。なので、勉強を思ってるのも難しく思えるかもしれないんですけども、その自分を一歩上に行く、スキルを磨く、ちょっと興味があった。それをですね、時間少しでも使えば勉強としていいと僕は思ってます。で、一番ですね、コスパがいい、投資先っていうのはまず自分になるので、まずですね、自分から勉強して自己投資をする。それがおすすめですね。で、一方、勉強しないとですね、やっぱ稼ぐのは難しいです。やっぱ技術はどんどん進歩していっているので、ものすごいスピードで進歩していっています。で、同じことをですね、日々繰り返していくと、やっぱ成長はどうしても止まってしまうので、そこで、差が、技術に対して差が離れていってしまいますと。でむしろ、やっぱ年取ってくると衰えるんですよね。頭の働きがどうこうとか、筋肉的にもですね、体力的にもですね、脳の構造的にも、ボケていくんですよ、絶対どうしても。なので、やっぱ頭の中に刺激を与えなきゃいけないですよと。なので、そういうやらなければどんどん取り残されて、社会からですね、必要とされてないまでは言い過ぎかもしれないんですけども、高い付加価値を出せる人間にはなりにくいですと。そうなってくると、もちろん給料も上がりにくい。年功序列はもうないと思った方がいいですので、なので、45歳以上は、今どんどん早期退職制度とかリストラ、銀行もそうですし、大手の企業もそうですし、どんどんやっぱ今45歳以上、それはもう勉強しないんで、社会から付加価値を埋める人間ではないっていうふうに、一般的にですね、もちろんできる人も中にはいるんですけども、思われつつあると。で、多分どんどん前倒ししていくと思います。で、若い人にリソースを費やすと。なので、僕らはアラフォー世代ですね。30代から20代でもいいんですけども、どんどんやっぱスキルアップしていかないと、リストラされる側なのか、それでも付加価値があるから、どっから引く手あまたなのかっていうのはですね、勉強し続けることによってもう全然違ってくると。で、いきなりですね、徹夜でもう一日徹夜漬けでやったよみたいなのはもう、そんなの全然意味がないので、コツコツですね、続けていくことがすごい重要です。でもそうは言ってもね、やっぱ仕事が忙しいとかですね、忙しくて時間がないよとか残業してとかね、夜土日はもう体力がないよとか、いろんなことを言う方はいるんですよね。一理それもあるとは思うんですけど、ほとんどの場合やっぱ甘えだったりとか、そういう自分の未来をですね、その10年後、20年後にどういう人材になっていくかとか、未来をちゃんと描けてるって危機感ある人はですね、勉強してる人が多いですし、そういう危機感ない人はやっぱずっとその惰性で今目先の楽に流されていってゲームに熱中したりとかですね。それで良ければ全然いいですけれども、もし稼ぎたいとかですね、少しでも裕福な生活をしたいとか、もしそういうのがあればですね、絶対勉強した方が人生は楽しくなるし、より豊かなやりたいことが増えてくるのは間違いないですと。なので、まずはちょっと時間作るのがですね、重要だっていうことで、実際どうやって勉強していくのがいいのかとか、ちょっと具体的に解説していきたいと思います。で、何勉強するのか、いろいろあるんですけども、趣味勉強するとかも全然いいと思うんですね。僕だったらギターやったりとかですね、ボイストレーニング行ってみたりとかね、ホッホッホーとかやらされたりとか、やらされたとか、やったりとかですね、趣味の勉強もいいんですけども、稼ぐっていう意味だったらちょっと遠いので、何がおすすめかっていうと、まずはですね、一つ目は、自分の仕事を圧縮する。仕事が忙しくてできないんだとしたら、圧縮するっていうのもね、それも一つのスキルですと。あと、専門分野の勉強をするってことで、より深くですね、その専門知識を身につけると。
あとは自分で稼ぐための、副業みたいなのを勉強するとかですね。それの中間を取ってもいいので、専門性高めるのか、副業で幅を広げるのか、どっちのフォーカスしてもですね、稼げる人材になるのは間違いないので、幅を広げつつ深さを広げていく。そういう、感じでもいいですし、そういうイメージを持ってですね、何をからやっていくのか、が、考えた方がいいです。で、僕おすすめは、まずね、仕事を圧縮するっていうのがやっぱおすすめなので、まずは仕事を圧縮する。で、それ圧縮できたら、時間が空くのでですね、その情報発信したりとか、よりですね、その違った副業に時間を使ったりとかするのがいいかなと思ってます。で、人が集まってきたら自然とマネタライズ稼げるようになってくるので、まずはですね、そういう方がネットを使ってっていうのがいいかなと思います。で、じゃあ具体的に仕事を圧縮するってどうするのっていうのがあるので、これ自分自身どういうことやってきたかっていうのを解説しますと、例えば会議がね、長いよなとか無駄だなとか言うと、もうそもそも会議を出ないとかって全然ありだと思いますね。あと、会議自体を圧縮する。会議いつも3時間かかってんだとしたら、そこ自分がですね、その、司会進行をやりますって言って、そこは司会進行してですね、もうズバズバ、それ関係ないですよね。ちょっと後でまとめてやりましょうかとか言ったりとかして、ちょっと長引く議論をですね、理路整然と分けたりとか、ファシリテーターっていうか、ファシリテーション、会議の議事進行を進めたりとかですね、そういうことで会議圧縮したりとかですね、あと事前準備をしっかりやりなさいっていうふうに、先に、開催者に、出る人にね、その準備を進めたりとか、そういう工夫はいくらでもできますと。あとは飲み会に出ないとかね、出にくいとかあるかもしれないんですけども、いつも行かないとあいつはもう出ないもんだと思われるんで、あいつは変わったやつが出ないもんだと思われるんでね、全然それはそれで、いろいろノミニケーションとか言葉を未だにね、あったりするんですけども、そこはですね、もうきっぱり出ないっていうふうに僕はしてました。あとはパソコンの操作とかタイピングとかね、ツールを使いこなすとか、機械音痴だからとかアナログだからとか、そういうこと言ってる人は結構若い人とかでもいるんですけども、そういうツールを使いこなせないと、簡単に時間をどんどん圧縮できないし、無駄な時間使うことになっちゃいますと。あと、通勤時間が大変だとしたら、通勤時間に勉強するとかもありだかもしれないんですけども、近くに引っ越すとかの方が絶対ですね、集中した時間が取れますと。あと、コーチングやったりとか、ロジカルシンキングとかですね。あと、Excel の VBA っていうのとか僕結構やったりとかして、ウェブをね、勝手に動かして勝手にデータ取ってきたりとか、作業をね、勝手に自動化したりとか、そういうツール作ったりとかして、会社のね、2、300人使うようなツールを開発したりとかですね。それボランティアで、独学でやったんですけども、そういうのやったりとか、することで、少しずつね、仕事を圧縮する。そのための、スキルを身につける。それがね、すごい重要なんで、そうなってくると時間が空いてくると。で、さらに、もうちょっとマネジメントクラスの人にはですね、どういうことをするかっていうと、例えば、部下とかが、どこにどれくらい時間かかってんのかっていうとですね、全部調査したりとかして、1時間ごとに何やってるかって Excel に入れてもらったりとかして、チーム全員ですね、どんな時間の配分やってるかとか、1週間とか限ってね、調べてみたりとかして、で、分析して、時間かかってるとか大変そうとかヒアリングして問題あるところをもうちょっと楽にするような仕組みとかですね、そこを重点的にツール作ったり、仕組み作ったりとか、ボトルネックを解消するとか、そういうマネジメントをしたりとかですね、業務全体を圧縮していって、その自分自身の業務も圧縮できたら、今度は組織の業務を圧縮できればですね、組織全体がね、楽になっていくっていうのがあるんで、そうすると、あと、組織全体をマネジメントできるっていうので、それだけでもね、すごいスキルだとは思うんですよね。で、そういった経験を踏まえて、情報発信していけばすごいいいと思います。で、特に最近はね、本当実体験に基づいて、情報発信するのがいいんで、机上の空論みたいなので、こうすりゃいいんだ、ああすりゃいいんだっていう、ノウハウコレクターみたいなのは結構いっぱいいるんですけども、実際にやって、主導してやるっていうのはなかなかできないですし、それに基づいた情報の発信っていうのはですね、付加価値がどんどん高まってるし、Google とか、いろんな YouTube とかも評価してますと。なので、そういう実体験に基づいてね、業務改善したとかですね、コーチングやってみたとかをすごい、やるのがいいです。なので、勉強したことはですね、絶対これ覚えておいてほしいんですけども、勉強した方が絶対実践に投入して、その結果をフィードバックしてまた自分のものにするっていうのをやらないと何の意味もないですね。で、ブログとかツイッターとかで書いたりとかして、その情報発信、とにかく役に立つ実体験に基づいた情報発信をすると、自然と人集まってきたりとかするので、そういう SNS のメディアの運営とかの知識もついたりとかしますと。
で、自分自身は、不動産投資のブログとかですね、YouTube とかやったりとかして、運営できて、そこで人が結構集まってきたと。それも役立つ情報をですね、実体験に基づく情報を出したりしてました。で、それをとにかく実践すると。で、インプットするとですね、アウトプットすると結構いい情報来たりとかもするので、それでね、いろんな人と知り合ったりとかして、よりそこからまた情報を得て、さらにそれを展開して、実際に仕事でやってみたりとか、ブログにやってみたりとかすることで、かなりですね、すごい、付加価値高まる人間になると僕は思ってます。で、そうなってくると人がどんどん来て、例えばブログで言うとね、2、3万人とか1万人とか来たりとかすると、自然とですね、例えばいろいろボタン押してくれたらお金入るとかですね、アドセンスとかあったりとか、いろんな方法のマネタライズがあったりするので、そんなにですね、お金、ガツガツ稼ごうって気にならなくても、比較的なんか物を売れていったりとかするので、自分自身が信頼されてですね、役立つ情報を発信していけば、役立つものを紹介していけばですね、自然と売れたりとかするので、本当にですね、すごいいいスキルだとは思います。で、この段階まで来ると、本当にね、集客とか、実際の仕事の圧縮した情報とかですね、いろんな情報が、自分自身でですね、発信することによって身につくんで、ものすごいスキル高いと思います。さらに、そういったスキルが、このブログ私ですとか言うかどうか別として、こういう経験があるってことで、転職活動とかでもですね、いい、スキルになるんじゃないかなと思ってます。で、よく言われるのはですね、よくいろいろそんなにできるねっていうのはよく言われていて、才能があるんじゃないかとかですね、いろいろ言われてるんですけれども、よく考えてみるとですね、そんなに大したことではないんですよね。例えば、会社で新人がですね、なんか新しい仕事を一人でやるっていうと、会社と業務によると思うんですけども、だいたい1年か2年ぐらいで独り立ちしますよね、業務によっては。で、そう考えると、1年か2年ぐらいで一つできるようになるんだとしたら、10年あれば5くらいはできるでしょうと。それがですね、僕の考えでもあるんですよね。なので、それを、毎年新しいことに挑戦するかどうかっていうことですね。新しいことに挑戦することで、新しいスキルが身につくし、さらに、他の前の知識とのね、深掘りされて関連性ができてですね、よりそのシナジーが生まれて、より深く理解したりとかできますと。なので、そういうふうに、ずっと同じことやるっていうのも一つのスキルなんですけども、僕自身は、一つのことを2、3年、1、2年ぐらいかけて、いろいろやりつつですね、それ同士が連携して、僕自身のものすごい体験談と、あと、経験として、スキルとして身についてるってイメージですね。例えばブログやって、そこからブログやったら、YouTube もですね、ブログと類推してできたりとかですね、しかも Twitter も運用するっていうんで、SNS は全部横串で似たような運営、ノウハウがそれぞれ個々に溜まっていって、シナジーを生んだりとか、例えば株を勉強して、株勉強したら決算書も勉強するよねって決算書勉強して、そうすると不動産投資の時は決算書とかですね、その決算の理解とか会社の運営っていうのも理解したりとかして、さらにそこから税金に対して理解を深めるとかですね。なのでいろんなことを個々にやっていくっていうのはあるんですけども、それがですね、紐づき始めるとですね、加速度的にスキルが上がってくるんで、それはもう成長曲線ボワッといきなり上がるんで、なかなか最初は伸びないかもしれないんですけども、そういう風に1年2年っていうのをどんどん続けて、それをですね、毎年続けることで、10年やれば全然いいでしょうと。で、僕自身、どれぐらいからやり始めたかっていうと、2007年とかですね、2006年とか、それぐらいからですね、で例えばこれよくたまに紹介するんですけども、1日30分を続けなさいっていう本で、1日30分間でね、何でもいいから続けて勉強してですね、スキルアップしましょうっていうような内容なんですけども、本当に12年前に僕はこういう本を読みつつですね、コツコツどんどん勉強してきましたということで、それをね、続けることで、最初は30分かもしれないんですけれども、それを2年3年経つ頃には毎日2時間とかですね、3時間とか、それがどんどん続けることで、よりスキルアップにつながるっていうことなので、本当にまずコツコツ続けることで、自分自身がスキルアップしていって、それで自然と稼げるようになるっていう風に、僕は考えてます。ということで、今日の内容をまとめますとですね、経済的に豊かになりたければですね、まず勉強することがおすすめですと。で、勉強する、自分に投資することでリターンはね、一番でかいですし、費用対効果無限大になるので、まずはね、勉強してもらえばいいかなと思います。で、さらに、そうすることで、仕事をね、圧縮するところから始めれば、比較的にね、その定時で帰るとかって帰りやすくなったりとかするので、しっかりアウトプットを出してですね、定時で帰るとか、
あと、情報を発信して、スキルアップしつつですね、そうやって時間ができたら新たな副業、不動産投資とか、お金できたらですね、株式投資とかいろんなものやっていってもいいかなって思うので、とにかくまずはですね、1日30分何でもいいのでですね、勉強して、興味があること、仕事のこと、仕事以外のこと、それを続けることでですね、全然最初は失敗したら当然なので、あんまり肩肘張らずにですね、小さく始めて、それを繰り返すことで自分自身、勉強して、一回失敗したらそれ次に活かせば全然失敗でも何でもないので、そうやることで僕自身は非常に十何年間続けることで、今いろいろできるようになってきたっていう体験談の話でした。はい。最後までご視聴ありがとうございました。今日はですね、iPhone 11で撮ってます。ちょっとね、音がどうこうとかね、画質がどうこうとかあったら、ちょっと見にくいとか見やすいとかあったらコメントいただければ嬉しいです。いつもね、コメントとか高評価いただき、本当にありがとうございます。引き続きですね、頑張っていきますので、面白かったですね。ぜひチャンネル登録をお願いします。あと、SNS とかシェアしていただければ嬉しいです。あと、LINE アットとかね、メールマガとかやってるので、よかったら登録してください。どうもありがとうございました。